画家竹久夢二。大正の浮世絵師と呼ばれた彼が描く美人画は夢二式美人と称され、瞳が大きく視線は伏せがち、目の前に存在する女性を切り取った構図はどこか儚く憂いを感じます。独学で絵を学び、理想の女性像を追い求め、芸術に人生をかけた夢二。そんな彼の生涯、夢二式人生を紐解きます。竹久夢二、本名竹久文次郎。明治17年9月16日、岡山県奥郡、現在の瀬戸内市に生を受ける。子供の頃から絵を描くのが好きだった夢二。幼い頃は馬の絵などを描いていたという。しかし酒造業を営んでいた父菊蔵は文次郎が絵を描くことに反対していた。それでも絵を描くことをやめなかった文次郎。文次郎が15歳の時、父が酒造業を畳み、福岡の八幡製鉄所に職を求め、一家で引っ越すこととなる。文次郎も製鉄所で働くこととなるが、1年後、画家を志し家出、東京に向かう。明治35年、文次郎は早稲田実業学校に入学。勉学に励みながら読売新聞などにスケッチを投書していた。翌年、文章と絵画による冊子「洋蘭」を制作。現在知られている夢二の直筆作品として最も古い作品。幼子を抱く母親、顔を追う女性、生涯美人画を描き続ける夢二式美人の原点がうかがい知れる。明治38年、中学世界に筒井筒を投稿し、第一章に入選。この頃から文次郎はペンネームを夢二と名乗り始めた。明治39年、22歳の夢二は訪れた絵はがき書店鶴屋である女性と出会う。鶴屋を営む岸玉樹。彼女の美しさに惹かれた夢二は毎日のように通い詰め、出会いから2ヶ月後、2人は結婚する。この頃、夢二は読売新聞社に入社し、時事スケッチを担当。翌年には長男幸之助が誕生するなど、プライベートも仕事も順調な生活を送っていた。しかし、そんな生活も長くは続かなかった。結婚から2年後、2人は突然離婚することとなる。原因は玉木の家族の反対と言われており、納得した別れではなかった。不運が訪れた夢二だったが、絵に対する情熱は冷めていなかった。離婚した年、初めての著書「夢二画集春の巻」が発刊され、これが人々へ大きな衝撃を与えた。この画集は過去に雑誌などに掲載された狛絵とともに彼の詩や散文が収められたもので、当時としては斬新だった。夢二画集はシリーズ化され、8巻まで出版されるベストセラーになり、夢二は画家としての名声を築き上げていった。名声を築きながらも、元妻玉木への思いは残していた夢二。望まない離婚でお互いへの未練を断ち切れない夢二と玉木は、離婚の翌年に再び同棲を始めた。そしてこの年に千葉の銚子へ旅行している。夢二はこの旅行である詩を書くこととなる。宵町草、叶わぬ恋を綴った詩。
夢二は宿泊先の隣の家に住む長谷川片に恋をしてしまった。親密な仲になったが、片の父親により引き離されてしまう。片を忘れられず、夢二は再び銚子へ訪れるも、片はすでに別の男のもとへと嫁いでいた。待てど暮らせど来ぬ人を、酔い待ち草のやるせなさ。今宵は月も出ぬそうな。片と見た松酔い草を思いながら書いたこの詩には、後に曲がつけられ、全国的な大ヒットとなった。片との一見が理由かは定かではないが、夢二と玉木は不仲になり、再び別居する。時代は大正に移り、夢二30歳の大正3年10月、夢二は日本橋呉服町に港や絵草紙店を開店する。間口2軒の小さな店で、夢二がデザインした版画や絵本などを販売。とりわけアール・ヌーボーを思わせるデザインが人気を博した。東京名物の一つに数えられるほどの人気があったこの店は、離婚した玉木や子供の生計のために開いたものでもあった。画家としての名声を轟かせていく夢二。そこに、私の絵を見てくださりませんか？新たな運命の出会いが訪れる。一体、夢二にどんな出会いがあったのか。朗読は後編へと続きます。